こんばんは。このラジオのお時間です。今日は、結構デザインを変えたので、それについてのお話と、あと、改めて自己紹介からやっていこうと思います。というのもですね、自己紹介の動画を、非公開にしちゃったのと、それと、今度から英語字幕とかをつけるので、海外の方にもし見ていただいた際に、誰やねん問題が半端ないかなって思ったので、まず私を知っていただくことから始めようかなと思いました。なので、ご挨拶みたいな感じですね。はい。で、一応画面を改めてご説明すると、ですね、天気は私のいる関東圏の天気です。いや、この説明いらんだろうとは思いつつ、あと、うちの看板猫の、ですね、左端の、茶色いにゃんこが、ノルウェージャンフォレストキャットの月にゃんっていう子猫で、その隣にいるのが、アメリカンショートヘアの、星にゃんっていう子猫ちゃんです。で、リボンは、月にゃんがすごいテンション高めの子なので黄色で、星にゃんがテレヤな子っていう設定なので、テレヤと青ってあんま関係ないんですけど、私が好きな色なので、青色のリボンになってます。はい。というわけで、うちの看板ニャンズをぜひよろしくお願いします。ちなみに、チャット GPT に書かせました。はい。あと右側なんですけど、看板娘ちゃんはどこに行ったんだろうっていう感じなんですけれども、とりあえず、私が、体重が2分の1になり、で、美化2倍みたいな感じにすると、こんな感じなのかなっていうことで、これもチャット GPT をしばいて書かせました。一応完全な、偽り 100% みたいな感じじゃなくて、前にの企画で使ってた、美化するアプリ、写真を撮って、で、美しい顔にできるアプリを使って、で、それをもとに、イラストを描き起こし、で、さらにそれをチャット GPT に、月にゃんと星にゃんの絵に合わせたテイストに書き直して、みたいな感じにして出来上がったのがこの子みたいな感じですね。で、一応私よくワンピースと黒タイツなので、そんな感じになってます。でも、ほんと美化は 100% ですね。さっき2倍って言ってたのに、さらに50倍くらいになってますけど、そこら辺は気にしないでいただいて、50倍で合ってる。そんな感じです。はい。改めて自己紹介を始めましょうか。私はよく名乗っている通りに、40代独身不女子です。日本の関東に住んでます。東京に近いところですね。はい。で、結構、中心地にもアクセスがいい路線があるので、そこら辺でよく、関東圏と言いつつも、東京に近いみたいな感じです。東京といっても、東京駅ではなくて、東京都に近いみたいな感じですね。これ2割になるのかよくわかってないですけど。はい。で、基本的に、趣味は、長い間同人活動みたいな感じだったんですけど、最近は、よく言ってる推しっていう某、王国を作ろうぜみたいな感じの、某著作権が厳しいところではなくて、権が厳しいハーツではなくて、著作権が厳しいだけ、これで伝わんないな。はい、キング、なんとかの、王様ですね。はい。大王様とか呼ばれてる方がすごい好きで、私の趣味で、これを言ったらちょっと殺されるかもしれませんけど、女体化、女の子にさせるのがすごい好きなので、女の子にさせて一人でキャッキャしてるみたいな感じの孤独な活動を繰り広げております。はい。お仲間さんはいつでも募集してるので、よかったら、私実は好きなんだっていう方がいらっしゃったら、ぜひ私宛てにご連絡いただけたら、ちょっと推し仲間ゲットだぜっていう感じで、私ポケモンやったことないんですけど、ガチャガチャの外側みたいなのに入れさせていただいて、ぜひ、逃がすな、捕まえろって感じでやらせていただくので、よろしくお願いします。で、同人活動の前にこれを話した方が良くないって感じなんですけど、仕事ですね。ともなると、いろんな仕事をしてきていて、始まりって言ったら、CAD で図形書くとか、スーパーでひたすらジャンコードと日付を打って値段を設定するみたいな仕事とか、毎日1000万円をただひたすら数える係とか、そうですね。あと、昔のガラケーのボタンを、変な印刷されてないかを、ただひたすら13時間眺めるだけっていう仕事もやったことありますね。そんな感じと、あと普通の事務員と、あとゲームのディレクターと、ディレクターアシスタントと、プランナーと、そんな感じですかね。
あと、一応、その日本のゲームだけじゃなくて、こう、日本で作ってる日本のゲームを海外に輸出するみたいな仕事もしてたので、すごい英語できるようになりたいなと思って、15年間英語を勉強ひたすらしてきたんですけれども、未だに、I'm live in Japan ぐらいしか言えなくて、なんか、いや、I'm from Japan? なんか、とにかくそのくらいのレベルなんですよ。で、それを友達に言ったら、なんかそこまで身につかないのに15年間やり続ける根性もまたすごいねって言われて、あ、そっか、これって何気に継続は力なりってやつだから力ついてないけど、みたいな感じで、ちょっと友達のその語彙力っていうか頭の回転の速さに尊敬して、また改めてリスペクトしたみたいなことがありました。はい。なんでなんか何喋ってんのか自分でもちょっとよくわかんなくなってきたんですけど、まあそんな感じで、まあ、英語に関しては残念ですねっていう感じです。もし来世があったら英語喋ってみたいですね。いや本当に英語に関しては真面目にめちゃめちゃなんかこうテキスト買ったりとか、あとなんか中1からやり直す英語みたいな本買ったりとか、なんかこう金の辞典みたいなその英語のその試験のなんかこれだけ押さえとけば大丈夫単語900みたいな感じの、なんか超有名な本があるんですけど、それを買ったりとか、あとなんか5歳から始める英語みたいな本を買ってみたり、なんかこう、英会話も3回ぐらいやって、3回とも挫折したみたいな感じで、ほんとめちゃめちゃいろんな方法を試してみて、でもなんか頭の右から左に抜けていくみたいな感じなんですよね。はい。でも、なんかこう、読むことはまあそれなりにできていて、まあ、とにかく単語が身につかないって感じですね。私はなぜ英語ができないっていう嘆きを自己紹介でこんなにしてるのかよくわからないんで次に行きます。はい。で、あと今の仕事はまあ在宅ワーカーみたいな感じでフリーランスでゲーム業界で日本語を書くような仕事をしてます。それに関してはまあ2バレになるのでざっくりしていたいんですけれども、私の同人活動が基本的に小説書きなので、まあそれの延長の仕事をしてるっていう感じですね。はい。まあもともとプランナーって、さっき言ってたゲームプランナーの話なんですけど、まあそのゲームプランナーって、シナリオ系と、あと数値系、要はパラメータ周りに結構分かれていて、私はそのシナリオ系のプランナーの仕事をすごいよく知ってたので、まあその延長で今のところに拾っていただいて、でフリーランスでやってるみたいな感じです。はい。なので、結構なんか趣味イコール仕事みたいな感じになっていて、土日とかも仕事したりとか、まあフリーランスなので土日なんて全然ないんですけどね。はい。なんかそんな感じで仕事をしています。はい。あと、趣味に関しては、まあこのチャンネルの趣旨でもあるんですけれども、1年前からイラストを描くのを始めまして、ようやっと少しはマシになったんじゃないかな程度のイラストを描いたりしてます。で、もともと収集癖みたいなのがあるんですけど、そのお絵描きソフト、クリップスタジオだったり、あと、プロクリエイトだったり、それのブラシとか素材とか集めるのが大好きなんですね。で、最近特にプロクリエイトにハマっていて、そのブラシを収集していくうちに、まあどうしてもそのおすすめブラシを語りたいとか、そのおすすめブラシ見てみたいな感じとか、あと私、その絵が下手くそさっき言った通りに始めたばかりなので、絵がすごい下手くそなんですけど、まあそのブラシを、こう、見てってするんだったら、まあなんか描かないと、なんかこう、見てもらえないよねっていうことで、まあメイキングとかを動画としてアップしてるっていう感じです。あと、まあ今回英語字幕と、あとまあ日本語字幕をつけるにあたって、まあ今後は、日本の皆さんで、ブラシに興味あったりとか、あと私も絵始めたばっかりだよみたいな方とか、法人活動とか小説とか、あと私の推しにもし興味があるって言ってくださる方とかに見ていただけると、すごい嬉しいなと思うんですけれども、それと同時に海外の方に日本の文化だったりとか、あとその日本の同人活動とか、その同人活動で結構その現地の人しかわからないマナーみたいなのとかいっぱいあると思うんですよ。特に不女子とかになると結構細かいルールとかが存在していて、敷居が高いと思うんですね。で、そういう方とかに、日本じゃないとなかなか知りられないような情報だったりとか、まあそういうマナーとかをこうお伝えとか発信とかしていくことで、まあ日本の方も海外の方も、まあ仲良くルールを守って楽しく同人活動とか二次創作とか楽しめるような土台ができたらいいなと思って、まあそういう情報とかも発信していけたらいいなっていう感じです。はい、そんな感じですね。あとは、ですね、一応そこら辺がメインではあるんですけれども、その時にハマってるものとか、なんていうか、時事ネタみたいな感じのとか、
あと、私結構、X のプロフィールには書いてるんですけれども、結構、政治とまでは言わないんですけれども、まあ、日本大好きだよね、みたいなのが、なんかこう、なぜかネット上では方向性みたいな感じで語られるような感じになっているので、そういうのを軽く、ほんとゆるーく、私、そんなに詳しくないので、まあファッションですよね。なんかファッション的な、まあ日本の魅力みたいなのを語ったりとか、あとは、声書きだけじゃなくて、小説の書き方みたいなのとか、その時にハマってるものと雑談と、あと AI 周りもすごい好きなのと、あと Apple 信者なのにすごいマイクロソフト好きとか、なんかネット周りがほんと好きなんですね。なので、そういうところとかもぼちぼち好きなように、まあやっていきたいなと思います。ただそうすると、例えば、配信1のイラストメイキングが見たいのに、なんかよくわかんないけど日本の話されたとか、なんかこの動画、同人活動の動画だと思って見たのに、なんかすごく大王様ってすごい語ってるとか、そういう事故が発生してしまうと思うので、再生リストとかきちんと整えて、まあどのジャンルの方が見てくださっても、付けやすいようにはしたいなと思ってます。あと今後の更新のスタンスなんですけれども、基本的に前にやってた、なんか同人女が何々やってみたとか、私の健康関係のやつとかは、まあそんなにネタにしないで、今後のスタンスとして、一応動画を、まあ表情作品を作ったりとか、もっと動かしたりとか、実写も交えたりとかしていきたいなと思ってます。なので、更新頻度がすごく下がると思います。ショート動画とかなんか気が向けば上げるかもしれないんですけれども、まあ今まで1日1回とかで更新していたものが、1日から3日に1回とか、なんかもしかしたら仕事がしながらだと1週間に1回上げるか、みたいな感じになっていくと思います。その代わりに、皆さんにちゃんと、お時間をいただくわけなので、きちんと、なんていうか、その価値を、ご提供できるような動画を作っていきたいなと思っているので、よかったら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、あと、なんかいろいろよろしくお願いします。はい。というわけで、今回の動画は以上です。またっていうか、今後ともぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあね、バイバーイ。